バラを結構植えてありまして、バラに合うような径をそのまんまの状態、何をこう入れたら変化するか、また植えたものが引き立つか、ちょっと演出をお客さんの方でしてくれればいいかなと思ってます。構成をそのまんま生かした形でポイントを入れることによって変化。おはようございます。今日はですね、那須塩原のガーデンリメイクということで参りました。はい。ちょっとご主人が入院されまして、その間にお庭をですね整備すると退院なさった時にちょっと驚かすという形でご依頼がありました。ご主人がバラが好きでバラを結構植えてありまして、だからバラに合うような径をちょっと足していこうかなと思っております。今の状態をそのまんま生かした形で設置していくという感じです。はい。じゃあよろしくお願いいたします。じゃあ現場はこちらです。結構こういう感じです。だから今このまんまやはりそんな悪くないんで、ここに結構庭としてのアイテムを入れていくっていう感じですね。でバラが今何本結構割ってるんですけども、それに合った形の色をちょっとですから、できるだけバラを生かす形の構成で考えております。だからバラはね、やっぱりちょっと咲いてもバッグに色合いが入ってれば印象つくんで、白のフェンスとかそういうものをちょっと混成したり。にこれもでやっぱりちょっと倉庫がパーンって見えちゃうとこは、そこにちょっと目隠し的なポイントがつけようかなと思ったりしてます。あと柄的にポイント的にちょっと900ぐらいのフェンスを1基か2基ちょっと添えるか分かりませんけど、その感じですかね。区切りもちょっとあんまりないんで、入り口自体もちょっとアクセントをつけた形。今ポイントとなるのは灯籠ぐらいかな。灯籠もちょっと違った形の見せ方をしていこうかなと思っております。バラの中の灯籠みたいな感じになればいいかなとは思ってます。スコーンとちょっと向こうが見えちゃうから、そういうのでウォールを作ったり、ブロックがあんだけありますから使っていいという愛の活用した形で。アプローチ普通ほどこともないんですけど、今この採石が逆になんか砂利って目立っちゃうんで、枕木平板を差し込んでいくことによって、この採石も逆に今度はバックとして溶け込んでくる。採石自体が今度は化粧砂利のような雰囲気になってきますから。だから植物を動かすっていうのはほとんど考えてないです。この径の中に入れ込んでいくという
だからそれも一つの我々の方法であって、アクセントを入れることによってちょっと一味変わってくるで、全部植え替えて改造リメイクじゃなくて、そのまんまの状態、何をこう入れたら変化するか、またその植えたものが引き立つか、その経の中に何をポイント入れたら全体がまた引き立つ変化するか、そういう考え方で皆さんも自分のお庭の中で参考になるかと思います。はい。ここちょっとコンクリートウォールを作りたいと思います。ガーデンゲートで、最終的にはつるバラを、ちょっとここがオープンすぎたんで、ここの姿勢をちょっとはっきりさせようかなということで、ここで一応。この灯籠のここにもう一つのアジをつけます。あっちのアーチとは違う感じのやつです。そうそう、もっと簡単なやつで。パーゴラっぽいやつをここに立てます。目隠しフェンスと、あと上がちょっとパーゴラ風に化粧したやつで、最終的にはなんかつるバラでも絡めばいいかなと。ここに一応飾りフェンスをちょっとつけたいと。アーチの方を誘導したいんで、ここにちょっと障害物っていうか、もうここのつなぎで同じような感じで、もう一回ちょっとバラの後ろ側にバラが引き立つような感じで、この段は端まで積まないんですね。うん、ここで多分こういう形で。
ブロックの方が固まったんで、一応カット、ちょっと形にしていきます。これ壁の手前もなんかやるんですか？ここちょっとレンガで囲って、こっちで中をちょっと叩きにする。仕上げにこのゴールをジョイパッド塗っていきます。ちょっとグリーンが入った色。ポイントに花台。日本のバラ。アーチやったからでちょっとあとここアクセントにレンガ巻いてポイントを作ろうかな。ここちょっと今まで灯籠だけポンツンと置いてあっただけだから、そうすればちょっと灯籠が雰囲気がまた合ってくると思う。
平板を枕木平板をちょっとこの辺ぐらい、これはここはエコグローブステージとしていろいろと鉢を置いてもらったりちょっと演出をお客さんの方でしてくれればいいかなと思ってます。口だけでもエコグローブの叩きという形でそうすればここがちょっと一つの経緯になったと思うんですけど。主体の方、その色合いをちょっとつけてあげようかなと。あるものを利用した形でちょっと構成します。今脱線としてんで、あるものをモルタルでぴっちり押さえて自然石をこういうものを利用した形で絵柄を作る。それそこに据えるのに何か理由があるんですか？ここちょっと植物をこっちに寄せようかなと。暴れるような植物ですね。じゃあ奥が植栽地になるような感じなんですか？植栽地っていうかこの辺もちょっと上で行くけど。こういう石も使う。ちょっとアクセントで。今までちょっとマスを気にして隠しすぎて植物で隠そうって柄をグランドにやっちゃえばそれほど周りにはい、これで完成です。あとは花台の上に鉢を置いて一応それで終わりです。はい。
これでイチョウ全体を完成しました。既存の地形をそのまま生かして、構成をそのまま生かした形で、そこにポイントを入れることによって変化というリメイクの庭にしました。真正面がオートライの建物になってたんですけど、そこをちょっと目線を他の色合いで持ってき来させることによって建物が気にならなくなるんですか。一応コンクリートウォールということで、あれもやはり白でちょっと強調して目線をあちらの方に持ってこさせるという感じで、できればもう将来的にもうバラが来れば結構雰囲気が良くなります。はい。で一番ちょっと難儀だったのが灯籠が、どうしてもちょっと灯籠が気になるんで、つる系の植物を絡ませることによってちょっと灯籠の存在感を少し和らげるっていう感じで、だけどこれも結構一つのポイントになるんで、庭の中心となる一つの造形物になったと思います。フェンスの効果っていうのが、ここを仕切りするのと、こちらにあるフェンスはバラが咲いた時に非常にバラが目立ってはっきりするんで、バラの後ろにフェンスを設けました。だからここは仕切りのフェンスでの意味合いのフェンスで、これはもう飾りフェンスで植物を引き立たせるためのフェンスという感じです。はい。典型物といいますか、そういうものを入れることによって庭自体のリズム感がポイントを要所要所に設けたということです。ちょっともっとねやろうと思えばいろいろとあると思うんですけど、以上こういう形になりました。これで終了させていただきます。